この車はデリカの装備をキャラバンに移設してもらっている間に借りている台車です。この日は夕方から集落の上会があったので集会所を向かっていました。集会所までは距離があるのでいつも車に乗って行ってるんですけど、なんと向かう途中で猫を発見したんです。まさかの野良猫、嘘でしょ。山の中なのでイタチとかテンとかの野生動物と見間違えたんじゃないかって思われるかもしれないんですけど、一旦車を止めて窓を開けて1メートルの距離で目と目を合わせて見てるので猫で間違いないです。車にドラレコがついてなかったので一部始終は取れてないんですけど、ちょっと長めのベージュの色の毛で見た感じ汚れとかもなくってどう見ても血統が良さそうな感じの猫で、野良猫って感じではなかったんですよね。こんなところで何してるのって声をかけたら逃げていったので急いでカメラを回したんですけど、あっという間に藪の中に消えていってしまいました。野良猫がいた。嘘、マジか。もしかしたら集落の中で猫を飼い始めた家があって脱走した可能性が高いと思ったのですぐに報告したんですけど、誰も飼ってらっしゃらなかったんです。集落の外から猫が来た可能性も考えたんですけど、猫の行動範囲って結構狭くって半径100メートル前後らしいんですね。遠くても500メートルほどっていうことで、猫を見つけた場所から集落の外まではかなり距離があるのでちょっと考えづらいよなと思ってたら、時々猫を捨てに来る人がいるっていう話を聞いてびっくりしました。上会が終わった頃はもう真っ暗になってたので、翌日からタナと散歩しながら猫を探してたんですけど、見つけることはできませんでした。行っちゃった。行っちゃったね。どっち行った。ちょっと興奮しすぎよ、あなた。アナグマさんごときでいっぱいいるんだから、うちの周りねえ。ああ、もう分かった分かった。はい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 。そこにいる。たまたまそこにいます。うるさいって顔出してた。ここ裏庭に野生動物のうんち、なんかもうまるで犬のようなうんち、色といい形といい大きさといい、もうまるで犬みたいなうんちしてますね。え、これアナグマかな、それともキツネかな。どうしたどうしたどうした。何がいる。にゃんこかな。にゃんこはいないか。クマさんじゃなければいいけどね。タナタン、何もうあった。なんなの、そんなに吠える。ちょっと眼鏡かけてこなかったから見えない見えません。ちょっと怖いわこの子急いでかちょっと急ぎ足なんだけど、待って待って。なんかいた。それからしばらくして防犯カメラにアナグマが映ってるのを見つけました。アナグマは食肉目イタチ科アナグマ属に分類される食肉類らしいんですけど、ウィキペディアを見てたら興味深い生態が書かれてたのでシェアしますね。秋は子別れの時期であるが、母親はメスの子供娘を1頭だけ残して一緒に生活し、翌年子供を出産した時に娘に出産した子供の世話をさせることがある。
娘は母親が出産した子供の世話をするだけでなく、母親用の食べ物を用意することもある。これらの行動は娘が出産して母親になった時のための子育ての訓練になっていると考えられるっていうことですね。そんな話を聞いたらなんか愛しく思えちゃいますね。ちなみにタヌキとアナグマは同じ穴を巣にしていることから、同じ穴のムジナということわざができたみたいです。そんなアナグマが庭先にいるとも知らず、タナと散歩をしていたら匂いで分かったのか、突然庭に駆け上がったんです。何事かと思ってみたら、タナとアナグマが見つめ合っててびっくりしました。私の姿を見たアナグマは慌てて逃げていったんですけど、割と最近登校中の小学生と教諭がアナグマに噛まれて怪我をしたというニュースを見たところだったので、気をつけないといけませんね。よく見つけたね。はい、ということで、それからもしばらくはタナと猫を探しながら歩いてたんですけど、見つけることはできませんでした。信じられないけど、猫を山に捨てに来る人って今もいるんですね。これは田舎あるあるなのかもしれないんですけど、もう一つこれも田舎あるあるなんだろうなと思った出来事があります。実は鈴を引き取りたいという方が比較的ご近所さんで見つかってたんですよ。聞けば倉庫のネズミ捕りとして迎えたいっていう話だったんですね。で、当然夜はお家の中に入れてもらえるものだと思ってたんですけど、ずっと外で飼うって聞いて、それはありえないな、かわいそうだなと思って断ったっていう経緯があったんです。それからだいぶ経ってですけど、よくよく考えてみたら、自由に走り回れてご飯も食べさせてもらえて、本能のままに生きれる環境っていうのは、長生きはできないかもしれないけど、猫にとってはその方が幸せな暮らしかもなーって思うようになったんです。長く生きることが幸せとは限らないですからね。鈴にとってはどちらが幸せな猫生になるかわからないけど、また猫を保護することがあればそれもありかなって今は思っています。